はい、皆さんこんにちは。あきチャンネルのあきです。今日はですね、インプレッサの DIY なんですけど、ここ最近の僕の心境というか、YouTube を始めて今までの心境をご報告しながらというか、本音を語りながら DIY ちらっとやっていきたいと思います。では最後までよろしくお願いいたします。はい、で、どこの DIY をしていくかというと、はい、こちらのここら辺です。あんまり需要はないと思うんですよ。早速なんですけど、はい、ここの縁の黒い部分がはい、この品番です。はい、もう最初に品番も言っときます。はい、こんな感じになってます。で、ここの4つのボルト、この品番です。はい、周りのリング、こちらの品番です。そのリングのパッキンかな、この品番です。で、リングを留めるボルト、品番こちらです。フューエルキャップ、こちらの品番です。じゃあ早速やっていきましょう。なぜこの DIY をしようかなと思ったかというと、まずプラスのネジで止まってるだけなんで、これを外せば淡々と雑談がてらできるかなっていう箇所だったのと、あともう一つの理由は後から多分分かることだと思うんで、それは置いといて、まず僕が DIY チャンネルを立ち上げたきっかけっつったらあれなんですけど、もともと僕整備が好きで、免許取って1年後ぐらいかな、YTSX が大好きすぎて購入して、半年ぐらいで峠に突き刺さって廃車になって、ちょこっとしてまた180を買って、でバーッと乗りで寄ったら次はエンジンブローして、また乗せ替えて乗って、次タービンブローして、また乗せ替えて、次また廃車になって、でまた180買ってみたいな、もう意味がわからんことしてるんですよ。で次買った180で道を走ってたら、たまたま道にこのインプレッサーが転がってたんで、もうバタバタ契約したっていうような流れで、僕はこのインプレッサーを所有しています。どうせだったら、整備をするんだったら、であと話好き、もう友達は全くいないんですけどお話好きなんですよ。なので皆さんにお友達になってもらおうかなっていうことで YouTube チャンネルを始めたっていうのが、きっかけなんですよ。だいぶ前の動画でも言ったと思うんですけど、皆さんに和んでほしいとか楽しんでほしいっていうのは、そういうとこから来てます。さすがにですね、それだけの理由じゃないんですよ。皆様にエンターテインメントをお届けしますみたいな、そんなキャラクターじゃないじゃないですか。もうそんなんじゃないんですよ。もうそれだけじゃないんです。2つ目の動機としては、自分用の整備解説書というか、整備記録簿が作れるから YouTube 動画便利だよねっていうのと、僕パーツを買って満足するタイプなんですよ。でもそんなんやってたらインプレッサーいつまで経ったって進化しないというか、綺麗にならないじゃないですか。なのでそれを何とかしたいって思って、YouTube とかでなんかきっかけが作れれば、自分でせっせとパーツを買って整備するかなっていうので YouTube チャンネルを立ち上げました。で、あと皆さんになんか参考になるようなもの、僕の動画であるかどうかはもう未知数なんですけど、はい、どうですか？ 0 人から1000人までの心境の変化なんですけど、0人から1000人はですね、もう必死すぎて、楽しかったんですけど、時間があっという間だったんですよ。このチャンネル立ち上げて1年半ぐらいは、インプレッサーがなかったんですよ、手元に。まさかの。仕様変更で僕4年半ぐらい預けてたんですけど、チャンネルが潰れたらどうしようとか言いながら、もうニッチもサッチもいかなくて、もう趣味のトミカも全部総動員させてトミカ系 YouTuber って言われました。そうですね、心境の変化って言ったら必死だった。下手したら仕事より必死だった。で、1000人から2000人はショート動画をその時にチラチラっとアップしたのがきっかけだったような気がするんですけど、視聴者さんに見ていただけて、で登録してもらって、それで一気にパンと2000人、結構早かったんです。半年いかないぐらいだったかな。2000から3000なんですけど、ここもショート動画とかが多分メインだったと思うんですけど、3000人もスパッと達成することができて、で基本的に1000人から3000人ぐらいまでは別に心境の変化はないです。もう一生ですかね。必死は必死。なんでだよ。若干この動画の編集だったりとかちょっと喋りはうまくないと思うんですけど、だいぶ慣れてきて、で3000から4000なんですけど、悩んだ時なんですよ。はい、今合わせたんですけど合いません。元からなかったんでいらないかもしれないんですけど、使い方わかる方コメントお願いします。とりあえず今のところゴミになりました。僕のチャンネルでメインを張ってたトミカが3000人超えたらチャンネル分けますみたいな感じでシャシャって言ってしまったもんで、トミカをアップしてる間にインプレッサーをバタバタいじって編集してアップするっていうようなスタイルだったんですけど、空き時間は全て DIY、インプレッサーだったり、当時だったらミニカちゃんだったり、そこら辺に捧げないと1週間に1本の動画作成なんか絶対できなくなっちゃったんですよ。なので3000から4000はなかなかバタバタでしたね。でその時はもう案件も視聴者さんのおかげでいただいたりとか、結構自分のチャンネルでは変わってきた時じゃないかなっていうふうに思います。4000から5000の心境の変化なんですけど、心境の変化というより多分これ視聴者さんが変わった
たのかなっていうような印象を僕は受けます。僕の視聴者さんのシンさんだったりとかですね、シンさんだったりとかですね、はい、シンさんだったりとかですね、プレゼントが多すぎるんですよ。いや、めちゃくちゃ嬉しいんですよ。めちゃくちゃ嬉しいんですけど、いや、大丈夫ですかみたいな。お金大丈夫です。あ、大丈夫っすよみたいな感じで、もうケロッとしてますけど、いや、大丈夫じゃないですよ。大丈夫じゃないですよ。4000から5000はそんな感じでした。で、まあ今から5000からなんですけど、そうですね、まあ、楽しいは楽しいんですけど、YouTube ってまあビジネスに使われる方が多いと思うんですよ。で、僕は趣味で DIY、もう素人 DIY ですよ。素人 DIY で、皆様に意味がわからない動画をお届けしてるわけなんですけど、やっぱ1000人を超えて4000時間を超えると収益化ありがたいことにさせていただけるんです。本当に皆さんありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。趣味でやってます、趣味でやってますって言っても、やっぱり、僕も人間なんですよ。お金があったらインプレッサーがいじれるんで、お金は大好きというか好きです。で、その影響かなんかわかんないんですけど、1000人を超えて1500人ぐらいかな、1500人ぐらいから僕が、考え方が若干こう変わりつつあるなっていうのが自分で発覚したので、動画を撮らせていただこうかなと思ったんですよ。1000人に到達するまではすごい夢中だったって言ったじゃないですか。もう再生数なんか関係なし、もうクリック率なんか関係ない、需要なんか関係ない、俺がやりたいことやるんだっていうような感じのスタイルでずっと突っ走ってたはずなんですよ。僕は数字を気にするようになっているような気がします。表面上は趣味って言ってるけど、なんかこう頭のどっかでビジネスっていう風に思ってしまいそうなんですよ。このままでいくと。一回ちょっと試すね。あ、OK。DIY ってやっぱり、当初僕は本当に今もそうなんですけど、お金が全くない状態で工賃をケチったのがきっかけなんですよ。で、その時はやっぱり工賃を払うぐらいだったら自分の好きなパーツもう一個買えるじゃん。そういうことを考えれば初心を忘れちゃいけないなっていう風に僕は今感じてるわけですよ。もちろんですね、見てくれてる視聴者さんの参考になるようにトルクとかは全部記載はするんですけど、まあ、あとテンポだったりとかですね、もう無駄にこの動画は多分伸びない前提で僕話してますからね。テロップ音だったり BGM だったり、 BGM はなんかあった方がいいなかった方がいいっていう方は本当に極端に分かれるとは思うんですけど、まあ楽しさが伝わるかなみたいな感じで一応使ってるんですよ。ここはまあ変える気はあんまりないんですけど、見やすさだったり参考にできる箇所をちょっとでも増やしながら楽しい動画作りを今後していくのは変わりないんですが、やっぱり初心、やっぱ楽しいことを忘れちゃいけないですね。それは多分動画に伝わっちゃうと思うんですよ。今後なんかこれ需要ないんじゃないかなとか、このパーツ交換したってみんな見てくれないよなみたいな考え方をしていると、ああこいつ楽しんでやってないなみたいな、そんな感じで多分伝わっちゃうと思うんですよ。今後とももしかしたら需要がないようなものだったりとか、そんなもんバンバンアップするようなことになると思いますので、インプレッサーもそうなんですけど、僕にちょっとでも需要を感じてくださってる方はですね、クリックしてください。もう僕から言えることはそれだけです。ということで、僕らしい動画で終わりたいと思いますので、こちらの動画もどうぞ。はい、で僕の動画で何かしらおなじみになってしまった開封動画なんですけど、そうなんですよ。小包あるでしょう。これですね、GDA インプレッサーに乗られてる視聴者さんから送っていただきました。本当にありがとうございます。乗ってるインプレッサーなんですけど、WR リミテッドの2004の型式のものを乗ってるみたいです。で、これ冷凍なんですけど、解凍がどうのこうの言ってたんで、とりあえず冷蔵庫で1日寝かせました。まあ遠方の方なんですけど、以前はなんかこっちの方に住まわれてたみたいで、なんか僕が甘党っていうことを知られて、これ食べてみてくださいっていう風に送っていただきました。もうシンさんの影響かもしれないですね。まあ、世界一甘い食べ物も大丈夫な僕なんで、きっと食べれるものだとは思うんですけど、開かないね。いくよ。よっ。なんかおいしそうな雰囲気があるよ。なにこれ。あ、冷たそうだよね。冷蔵庫にあったんだもんね。なんか2つあるんですよ。まず小さいのからいきましょう。いや、何の祝いなんですかね。僕の住所がさらされた祝いみたいな感じですかね。この送っていただいた視聴者さんだったりとか、お肉をいただいた視聴者さん、前回いたと思うんですけど、はい、住所を僕 DM で晒しましたからね。読めない。そうなんですよ。読めないんですよ。ライブ配信しない理由ですよ。しない理由のナンバーワンの理由が、漢字マジで苦手で読めない。あ、ずんだ餅だ。これ読めたよ。ずんだ餅だ。10個入ってんの？10回幸せなことになるの？ずんだ餅。
ね、おもてなしの心をズタズタにしてしまったんですけど、申し訳ございません。僕こういうやつなんですよ。ずんだ餅だ。ずんだもんだ。いくよ。これ好き。絶対好きなやつ。すごいね。串団子みたいなのかなと思ったらタッパーみたいに入ってるんですね。めっちゃ美味しそうだよ。ずんだもんだ。皆さんはじめまして。僕の名前はずんだもん。底辺 YouTuber のクソ熱いガレージに舞い降りたずんだの妖精。中年おっさんが試食会を追っ始める前に僕がずんだについて軽く解説するのだ。ずんだは枝豆、未成熟な大豆、またはそら豆をすりつぶして作る緑色のペーストのこと。ずんだ、しんだ、しんだん、ぬたとも呼ばれる北東北南部の秋田県、横手盆地や岩手県南部、南東北の宮城県、山形県、福島県および北関東の栃木県北西部において郷土料理に用いられるキモータブルーにしか魅力を感じないスバリストでもずんだの緑色のペーストを見るとみんなきっとキュンキュンすること間違いなしなのだ。はい、見てください。これ汗です。ガレージの温度36度です。キンキンなずんだもん食べたい。キンキンじゃあない僕。ただきますね。これ分けられてんのかな。これどうやって食べんの。こんな感じ。いただきます。ずんだもんうまいぞ。めっちゃうまいね。ある程度粗くペーストされてるからすごく舌触りがいい。すごい美味しいこれ。これはちょっとお茶が欲しい。すごい和を感じる。めちゃくちゃ美味しい。疲れた時にこれは染み渡りますね。うまい。はい、でもう一個あるんですよ。いや何の祝いなんですかね。これまさかずんだものでかいバージョンだったりして。ずんだでも8個入りだよ。8個入りでちょっと賞味期限も違うよ。ちゅうことは違うのかな。そう、普通こうやって開けるべきですよね。なんだこれは。餅は餅なんでしょうね。4種類あるよって感じ。いくよ。せーの。うまそうだよ。普通にうまそうだよ。わずか 1.5 ミリの餅の薄さが生む至福のひととき。でね、お気に入りのアレンジをハッシュタグキクフクアレンジで SNS へアップしてねっていうことなんですけど、 YouTube にアップしますっていうことでめちゃくちゃ期待。いくよ。硬い。開いた。これ1箇所しか開かないのかな。ごめんなさいね。ちょっと手でいきますね。これ美味しいやつです。ふわふわしてる。ちょっと上品に手で割る。割れない。汚くなった汚くなった。絶対美味しいやつじゃんこれ。いただきます。うまっ。あれっすわ。雪見大福。雪見大福をもう半解凍して、ちょっとしっとりしたぐらいで口に頬張った感じで、九州というか僕の地元である和菓子屋さんで例えるんだったら名越の大福にすごく似てる。めちゃくちゃ美味しいこれ。僕止まんないよこれ。僕太っちゃうよ。で、あんまり語ってたらね、本当にもうなくなってしまうんですよ。なくなってしまうんで、ここぐらいにしときます。それはもう甘いものは正義ですよ。他のラインナップ的にはもうシェイクだったりとか、これはシュークリームかな、どら焼きだったりとか、いろいろラインナップあるみたいですね。僕はですね、漢字が全く読めないんですけど、どうしてこんなに字が読めないやつが YouTuber してるの？このお店の商品みたいなので、皆さんもぜひ案件化いや今考えた案件じゃねえよ。本当にごちそうさまでした。ありがとうございました。